満足。一本満足。イエーイ！ついに始まりました。シーズン5。今までのシーズンにはないどでかいマップでの戦いです。今回の動画では初週押さえておきたいポイントを一本で満足できるようにまとめています。結構内容が多いので気になるところは概要欄のタイムスタンプをご利用ください。これまでのシーズンとの最大の違いは8戦域同じマップということです。各戦域はシーズン前哨戦にて初期位置を決定し、マップ中央を目指していきます。シーズンの後半には他戦域との領土の争いも発生しますが、まず覚えておいていただきたいのは、レベル1から3までの都市や銀行は他の戦域から侵略される心配はないということです。これらの都市や銀行は他戦域からの宣戦布告を受けないので、戦域全体としては小規模な連盟がレベル3までの拠点に残り、トップ連盟たちはレベル4以上の都市に進出をして他戦域の侵略や防衛を行うことになりそうです。シーズンの最終報酬はどれくらい都市を占領しているかを表す勢力値。他にも金水賞の獲得量など様々な評価基準が存在しています。シーズン5は戦域全体の協力が特に重要になりそうです。みんなで力を合わせて上位報酬を手に入れましょう。シーズンがスタートしたら早速シーズン施設に手をつけたくなるのですが、まずはシーズン限定の職業スキルを獲得しておくべきです。とりあえず取っておくべきは、作戦経験、建造インスピレーション、2倍変換、無料高級移設、よしひらめいた、バンカー、コーヒータイム。シーズンスキルはほぼ全部ですね。これらを獲得してからシーズン施設に手をつけていきましょう。今シーズンでも序盤の攻略はおなじみウイルス耐性のゲームとなっております。カフェイン研究所、ウイルス耐性を上げる超重要施設です。シーズン資源のコーヒーでレベルアップができます。コーヒー工場、コーヒーを獲得することができます。コーヒー豆でレベルアップ可能です。一定レベルまで上げることでコーヒー工場の数が増えるようになっているので、まず4つの工場を順に開放し、その後は平均的にレベルアップしていけば OK です。基本4つで、シーズン週間配達を購入すれば5つまで増えます。あと、シーズン開始直後は、シェイクでの資源開始をオフにしておくと、ちょっといいことがあるかもしれません。金水賞交換所は、コーヒー工場を1つ作った後に登場します。金水賞を使ってレアなアイテムたちと交換ができるので、毎日限定の商品は必ず取りましょう。これの獲得に金水賞を出し惜しみする必要はないです。他にも、戦車バー、航空機バーなどの施設の存在がわかりますが、初週の段階ではまだ開放することはできないようです。序盤はウイルス耐性を早く上げることで攻略スピードが上がります。ウイルス耐性アップのためにできることを確認しておきましょう。まず、耐性役を決めておく。ウイルス耐性を優先的に上げる人を連盟内で決めておくことは有効です。終末精鋭や拠点ボスに集結攻撃をする際のウイルス耐性は、自分の耐性、または集結者の耐性のうち、高い方が採用される仕組みになっています。つまり、集結者の耐性さえ高ければ、後に乗る人たちは耐性が低くても OK なわけです。序盤の耐性上げを本気で早くするためには、多額の課金と高い戦力、シーズン施設レベルアップを見極める時間管理とゲームに張り付く体力といった多くのコストを必要としますが、その分、連盟員の仲間が得られる恩恵は大きくなるので、連盟員全員で
体制上げを協力していきたいですね。課金パックとパスの購入。シーズン開幕直後にこれらを購入するのが最も効果が高いです。この2種はシーズンを楽しみたい美課金向けで幅広い人におすすめできます。シーズン高級パス1500円、シーズン特級パス3000円。個人的には限定の名札、転職証明書、コアカードを選択できるアイテムがもらえる3000円のパスの方が少し金額は高いですがおすすめです。ここからは課金額が上がるので比較的お金を使える人向けです。シーズン週間配達750円。最初の週はコーヒーがとても貴重なので買ってもいいかもですね。そして最後に耐性を本気で上げる人向けの商品です。コーヒー豆パック。これを買う人はコスパという概念は捨てましょう。とにかく耐性を早く上げていきたい人向けの商品です。ゾンビ狩り、それから終末性への討伐で使えるテクニックをお伝えします。ゾンビをたくさん討伐できればシーズン資源が手に入ります。ゾンビを倒す際のポイントはこちらです。コアカード、悪魔狩りの発動、ウイルス耐性を上げることができます。4時間に一度発動できます。コーヒーを飲む。シーズン5の新要素です。カフェイン研究所でコーヒーが作られるので、使用することによりウイルス耐性を上げられます。守護者を使う。守護者はシーズン5でも耐性アップに役立ちます。テキストが呪詛耐性とシーズン3のままですが、これはウイルス耐性のことです。アタッカーを後列配置にする。ギリギリの戦いで効いてきます。普段、スウィフト、キンバリ、ディーバなどを前に置いている人は後ろに配置してみましょう。ウイルス耐性を無理する戦闘の場合、相手から受けるダメージが大きすぎるので、バトルスキル1回分ぐらいの短期決戦で決着がついているようです。普段、反撃ダメージを戦術の軸としている人の場合、その戦術がうまく機能していないことが考えられるので、短期間で高ダメージを狙えそうな編成に組み替えて戦闘をしてみましょう。英雄サイディンガチャ、実績の解放。英雄サイディンガチャからは少しですがシーズン資源が出てきます。また、シーズンが始まると、クエストとシーズンパスにも様々な実績があり、クリアをすることでシーズン資源がもらえるので、可能な限りどんどんクリアをしてみましょう。保管しておいたサイディンガチャ券や職業経験値が役に立ちそうです。早ければ初日のうちにレベル1の銀行を攻略することができます。銀行というのはこれまででいう軍事拠点と同じものです。少しだけ仕様が違うところがありますが、基本的には同じです。取り巻きのゾンビを倒し、ボスを討伐、増援を入れることによって占領が完了します。初回占領報酬がかなり大きいので、全く参加しなくても一部報酬がもらえますが、戦闘参加報酬、ここまでもらった方が絶対にいいです。戦闘参加報酬をもらうための条件は次の通りです。まず、拠点ボスに攻撃をする。敗北でも OK です。とにかく一回ボスにぶつかっておけば大丈夫です。占領の増援に入る。ゾンビと戦わなくても、占領に一瞬でも入ることができれば、戦闘参加報酬をもらえます。取り巻きのゾンビに攻撃をする。なんと、ボスでなくても、周りの小さな取り巻きゾンビでも戦闘参加とみなされます。こちらもボス同様、敗北でも OK です。時間の都合で戦闘に参加できない人は、占領を予定しているところの取り巻きゾンビやボスたちを事前に一回攻撃しておくと良いですね。銀行の占領に成功すると、金水晶の詰まった金庫が登場します。これらは部隊で攻撃をすることによって獲得することが可能です。占領を完了した後、偵察機を飛ばして銀行に自分の持っている金水晶を預け、増やすことができます。預ける量を設定し、1日、3日、5日と日数を設定できます。1日に預けられる回数は3回までで、同じ銀行に同時に複数個預金をすることはできませんが、
満期を迎えて金水晶を引き出した後なら、また預けることはできます。預金できる回数が決まっているのであれば、毎日の3回の預金は、最大のリターンが狙える最大金額、最大期間で入れるのが良さそうですが、他戦域との拠点の取り合いが始まると、略奪の可能性なども出てくると思うので、駆け引きが始まりそうですね。少なくとも、銀行の保護期間の間であれば、安全に金水晶を増やすことはできるので、安全そうな銀行にはどんどん預けて預金を増やしていきたいですね。占領した連盟の幹部は、預金できる人の枠組みを連盟のみ、戦域のみ、シーズングループ全体と設定を変更することができます。預金枠を遊ばせてしまってももったいないので、空きが出そうならアクティブな人に使ってもらえるように適宜変更をしていきましょう。都市の占領はほぼいつも通りです。都市の場合、戦闘参加報酬を得るためには、1回でも都市の耐久を削ることが必要です。レベルの低い都市の場合、耐久値が低いので、超アクティブな連盟の場合、1回も攻撃できないという人が出てくる可能性もあります。最序盤に限っては、その点だけ留意して動いていきましょう。真昼の決闘は2日目から開放されるミニゲームです。何度でも挑戦ができて、シーズン資源や戦術カードなどがもらえるので、必ずクリアをしましょう。少し難しいステージもありますが、繰り返し挑戦していれば、いつかクリアできます。しばらくすると、金水晶をかけた戦いが始まるとかも聞いたんですが、初週の段階ではまだ登場してないです。さて、毎度おなじみの戦術カードマンですね。各カードの詳細な使い方や活用法に関しては、また別の動画を作ろうと思っています。今回は、序盤のカード集めの方法、そして序盤おすすめのカードに関して紹介します。まず、カード集めに関して、シーズン4と同様、毎日カードの効果によって、緑色の戦術カードパックレアを20枚まで取得することができます。今、何枚獲得したのかは、このインフォメーションマークからわかります。共同防衛によってカードパックが得られる効果を利用し、サブアカで何度も攻撃して、防衛成功を続ける方法、これが今まではとても便利だったのですが、アップデートによって、これまでは防衛に入っている全員がもらえたところが、実際に防衛戦で戦闘した人のみカードがもらえる仕様になってしまって、この方法はとても効率が悪くなってしまいました。ただ、シーズン5に関しては、リソースカードの多くがカードパックを集めるものになっているので、様々なカードを利用して集めていくのが良さそうです。一つ目のおすすめは、撃破報酬のカードです。モンスターを一定数倒すとカードがもらえます。シーズンの序盤には、みんな終末精鋭を攻撃しに行くので、集結に乗ってカードを集めていきましょう。おすすめの二つ目は、最終報酬のカードです。これ私かなりお気に入りで、今シーズンはこのカードにかなりお世話になりそうです。一定数採取をするとカードパックがもらえます。レベルアップをしていくことでかなり効率が良くなります。ログアウト前に通常の採取地に部隊を入れておくのはもちろんですが、レーダークエストの採取地、終末精鋭を倒した時にたまに出てくるデカ資源などでも対象なので、これらを利用すればかなり早くカードを集められます。超エクサイティングなバトルカードの紹介です。まずは汎用合同部隊。これは強いです。41編成を使っている人は迷わずつけておいていいカードですね。染め編成の人でも部隊内英雄の強化効果はあるので、とりあえず装備するのにはいい1枚です。まだシーズン1周目ですが、このカードのおかげで、私のこの部隊は見えない部分で全ステータスが 9% も上昇しており、航空機部隊を跳ね返しまくっても脳汁炸裂大臣です。汎用相性逆転。相性不利の相手に勝ちやすくなるカードです。
これも常に装備しておきたい1枚ですね。汎用、ゾンビキラー。対モンスターでの戦闘で強くなるカードです。シーズン序盤のゾンビ狩りのシーズンにはぴったりですね。疾走系のカードたち。シンプルに行軍速度が速くなるカードが数枚あります。これらは場面を問わず使いやすいので、とりあえずつけておくのにはぴったりですね。バトルカードに関しては、ランダム効果がとても優秀なものが複数あります。カード本体の効果をさほど使わなかったとしても、戦闘時に発揮されるランダム効果の強いものは装備する価値がとても高いと思います。はい。というわけで今回はシーズン5、これだけは知っておきたいという最低限の情報をまとめてお届けいたしました。この動画が良かったよ、参考になったよ、シーズン5頑張れそうだという風に感じていただいた方は、ぜひ、いいね、チャンネル登録はお気持ち程度に、もうすぐシーズン5だという方に、こちらの動画のシェアをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。満足。一本満足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 。はい。満足。一本満足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 。はい。満足。一本満足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 。はい。満足。一本、いつまでやるのこれ。満足。一本満足。はい。満足。一本満足。はい。満足。一本満足。はい。満足。